日は浅草生まれの、シンガーソングライター辻香織が、宮古寿司の親方に話を聞きに来ました。ここのカウンターに座って食べるっていうことが、やっぱりでもドキドキするなって思う。緊張感がありますか？緊張感がやっぱありますね。浅草だから昔の小さい頃の浅草と今の浅草ってどう違いますかね？昭和26年っていうのはちょうど戦後が終わって景気が良くなって、それで映画館なんかは結局私の時は、いわゆるカラーのね、映画っていうのはなくて白黒の映画が上映されてた時期でしょ。このロックのところはもう映画館がたくさん映画館がたくさんあって、で浅草が映画の発祥のみたいなことを言って、いわゆるその当時には風切り館なんていうことがあって、風切りっていうのは初めて日本で映画をやりますよという本邦初演ということで風切り館というのがあったんですよね。そのいわゆるロックの興行街っていうのはその映画をはじめとして、あとはその昭演劇ですとかね、あと女剣劇ですとか、あと SKD に代表される SKD レビ小一区限り団っていうのがあったんですけれども、その国際劇場っていうのは東洋一の設備と言われて今ビューホテルになってしまったということなんですけども、あそこがその SKD の本拠地で、そこに入るのにですね、人が並んであの広いところをね何重にも人が並ばないと入らない。今ちょっとね想像できない感じだったんですね。子供の遊びっていうのはそれこそねベーゴマにしたって釘刺しにしたってビー玉にしたってそういうので遊ぶことが多かったんですけれども、やっぱりロックへ行ってその映画を見るとか。じゃあ大親方と一緒にそう、それがうちの母がそういうのが大好きだったもんですからね。私の母親がね結構それ見にする。いわゆる私はたらしって言うんですけどね、たらしが見たいから連れて行くよみたいなこと言って、実は母親が実際見たかったんですけれども、でもっと見に行ってって花屋敷も今はほら有料になっちゃって昔無料だった。昔はね、無料だったんですよ。でうちの結局先代なんかに言わせると花屋敷っていうのは遊園地じゃなくて、本当に花を鑑賞する庭園だったというね、そこに結局遊具を置くようになって初めて花屋敷といういわゆるそのジェットコースターだとかね、ミラーハウスだとかびっくりハウスなんかできるようになってから遊園地化して、で上からこう噴水が滝のような噴水が流れて、で子供心で、バリエー集めたりはその滝がどうやって流れてるのかっていうんで、裏側から登ってね見ると、要は滝の格好をした水道があって、でそこに水道船があるわけですよ。でそれみんなでもって止めちゃうじゃないですか。止めちゃってね。やっぱりそういうことしますよね。そういう結構ね、悪さをしたりなんかしか思えないんですね。親方、先代の親方がいらした時にまだ学校から帰ってきて、それでちょっとおいでよとか言って呼んでもらったことがなんかあったと思うんですよ。それで「父ちゃん何食べたい?」って言われた時に「小肌」って言ったらまだ小学校低学年ぐらいの時に「渋いね」って言われて。小肌っていうのは実は寿司屋の命みたいなもので、これをいかに作るかによってそこのうちの技術がはっきり分かっちゃうもんだから、それをね小さいかおちゃんがね小肌って褒めてくれたら、それはねユダヤもかなりね舞い上がっちゃうと思うんですよ。我々の先代の親方たちっていうのは、もうあくまでも作る人の気持ちからスタートしてますから、今最高の気持ちで出したもんだから、悪く言えばやろうけやがったくっちまいともともとするなということで、結構ねお客様に威圧的な商売でやってる人が多かった。お客さんもお前出てけみたいな。そう結構やってました。結構ねお客様とね人情立てじゃないですけどね、やっぱり気に入らないお客さんが来るとお前気に入らないから出てけなんてことをね年中やってたんですけど、今の時代に先代みたいな商売したら、もうインターネットでかき混ぜられてね、もう暴力寿司屋でもってね
視野でもってね、新聞沙汰になっちゃいますよね。もう本当に優しくて入りやすいいいお店なので、ぜひ皆さん宮古寿司、今のね本当親方の優しい高いお寿司をぜひ食べていただけたらと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。いつも笑顔が素敵で、お寿司を握る姿はかっこいいね。小肌をまた握ってね。ただし